皆さんいつも動画を見ていただいてありがとうございます。実はメインチャンネルの他にサブチャンネルっていうのがあります。業界のこととか整理についてとか情報を発信していきたいと思いますので、一度ご覧になってください。お願いします。なんか年の半分弱ぐらいこっちで過ごしてたっていう。あ、そうなんですか。はい、2つ二重生活というか。あ、そうですね。夏場はこっちですか。冬場はこっちですか。もうなんか年中来てましたね。あ、本当ですか。今もう草ぼうぼうですけど、向こうもみかんの木とか梅の木とかもう1回しか来たことないんですよ。あ、住んだりそういったこう。もう全くなくて、父がその行ってる時に1回来ただけです。定年してで老後ちょっと田舎で祭りとかも好きなので、そういう暮らししたいっていうのでこちら。で、ご購入されて。あ、そうそう。いいっすね。いい生活してたと思う。施設とか入らずにもなくなる。もうそうですね。はい。それ突然ですね。入院してましたが、食道がんで。はい。そういうのってなかなか気づかないね。気づかないみたいですね。もう気づいた時にはステージ3と4の間ぐらいで手術したんですけど、ちょっと合併症みたいな形でその肺炎かかっちゃって、普通はそんなあまりないんですけど、その肺炎かかっちゃって、もうずっとそこから入院で。普通に腰も伸びて、でも畑仕事もしてたんで、ものすごい体力があったんですけど、やっぱそれでも全然、もうリアルな話ですけど、手術したら、5年生存率20%。40% で、放射線だと5年生存率 20% で、どっち取りますかみたいな、結構リアルなんです。で、確率当然高いとしたんですけど、やっぱりその手術終わって、すぐにその肺炎かかってしまって。一緒に来られてなかったんですか。ちょっとね、盲目なんで、母が動けないんで、1回だけこっち連れてきて、で、持って帰るものは持って帰って、テーブルだけはちょっと車でもどうしようもなかったので。特に残すものもなかったですか。基本的には全部お片付けさせていただくという。こちらの方も全部片付けてしまうという。なんか知り合いの方が来られて本をなんかもちろん完了してます。完了させていただきますね。写真撮んねんな。写真集とかなんか来るねんな、西崎。その例がありまして、あっちのキッチン撮っていただいたら分かるんですけども、これ絶対なんか虫入ってるよね。もうこれ見てもらったら分かる。いい机ですよ。物がいいよね。すごいですね。メモリーズに必要やね、これ。大きなテーマなんです。メモリーズの。永遠のテーマですね。永遠のテーマや、これは。これはもう空き家整理のね。はい。なんとなくね、こう見たらもう全然物ないやんって感じやんか。いや、確かにめっちゃ少ないねんけど。意外とトラックに詰めたらいっぱいあるっていう、もう部屋が大きいってやっぱそうあるやんか。だからなんかすごい少ない感じがすんねんけど。確かに少なく感じますよね。いや、少ないで、少ないですよ。意外と物あるよ。ここれな、みんなこうパンって捨てようとするやろ、みんなこうやって。これやん。レジ。いけるやろ、そら。早いな。西崎はさばいてくれる。こんな大きいお家やのにえらいコンパクトなお家だね。みんなのフォローがないと僕は生かされてるんです。いいチームワークじゃないですか。周りに生かされてるんです。ありがとうございます。あ、お風呂ですか。終わりました。あ、終わりました。はい。
ったので。あ、少なかったですか。ちょっと待って。あ、でもってはんならそっち行くんやったら任した。これは。あ、ここもどうせ俺でしょ。それでますよ。多分ね売却されると思います。僕見積もり来た時に、ちょうど不動産屋さんもなんか境界線測ったりしてたりるんで、それするにあたってさっきまず部屋の中を空っぽにしてしまうっていうなるほど。そうです感じなんで、普通の家ではないこういう立派な傘があって、うんうんうん。こういう針ですね。はいはいはい。中に入ってるんじゃなくてこう浮き出てるのがやっぱ素晴らしいというまあ俗に言う日本古民家って感じですね。そうですよね。ちょっとここ多かったですか。そうですね。ノコギリ結構すっきりした。ね、釣りとか畑とか。そうですね。そうは。畑仕事もあるですね。研磨機。もしくはすくい系。あ、いや、そこになかった。そうですね、今のところない。いいよ。いいよ。いいよ。ああ。顎が。汗が目に入って痛い。あとは自然に返したいと思います。はい。今状況どんな感じなの？状況は、ピストンで一回山田さんと竹内さん、道具に釣りに行ってます。じゃあ今ちょっとあれやな。はい。梱包時間や。どっかで裁量やねこれ。そうですね。全国の歯医者さんでも取り合いやろ。そうですよ。絵本やから。はい。で、ちょっと足を戻っていいですか。これはみかんですかね。これみかん。ぽいですよね。なんか実がなってんのがみかん。いや、あれは違うっすよね。あれ何ですか。なんか松ぼっくりの子供みたいなやつ。気分でなんかライブに行ってるような感覚が。ライブに行ってるような感覚に高揚感求めてるんやったら俺のライブ来いよ。はい。はい。ぜひ。はい。ぜひ。8月はチキンジョージアで。はい。来てや。じゃああれんや。もう一回。いやいや、皆さんお忙しいんで。ジャンルになるんですか。ジャンルは。僕はね、フュージョンっていうジャンル。フュージョン音楽と書類手続きしてもらったら廃止届もらえますので、でそのもらったやつをうちの方に原本を郵送してほしいんですよ。はい。それLP ガス。うわ、すごい。うわ、いいタッチやわ。これほんま。うわ、いいっすね。いいっすね。キラキラや。お歌が田中誠二知ってる？引退したね、定年後とか、いい生活ですよね、本当に。いい生活してましたね。いいですよ。してました。そうなんかいいっていうかあれですよね。好きなことというか、趣味というか、そうですね。それに時間が費やせたっていうのは絶対いいよね。そうですよね。本当にこっちもね、今やこんなんですけど、ずっと梅の木とかみかんの木とかすごい立派ですね。本当に。前のって全部廃棄されるんですか。廃棄はしないですね。廃棄はしないんです一か。応リサイクルに出して、ああ、そうなんですね。だからまあ変な話、いくらかでは
値段はつくんじゃないかなと。でもそれは嬉しいですね。いやなんかせっかくね物もね本もですね体系じゃないんですね。はい。子供たちの絵本とかも、はい寄付状態かもしれないですけど、再利用します。捨てないです。ああそうなんですか。はい多分歯医者さんとかああいうところに行くかもしれません。それはでも母がすごい喜ぶと思うんですね。本当ですか。はい。お話の会とかねしてるんで、はい。いやそうやって利用していただけるのはね。そうなんですね。再利用します。それはありがたいですね。捨てないっていうところにはこだわってるんですよ。僕は。はい。だから再利用はします。ありがとうございます。はい。それはちょっと嬉しいですね。大事にされてたんだって。部屋の中とかもう特に大丈夫でしたかね。大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、失礼いたします。すみません。ありがとうございます。こんにちは。メモリーです。お願いします。はい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 。確認。わかりました。手前の和室でよろしいですか。奥じゃなくて手前の。手前の。その上でよろしいですか。わかりました。そしたら机の上に置いときますね、一緒に。どっちが表？すいません。そしたら一度以上となりますので、はい、本日はありがとうございました。はい、すいません。はい、すいません。失礼いたします。失礼いたします。すいません、失礼いたします。で亡くなられたのは何かご病気だった？病気でちょっと心臓悪かったんで、急にですよ。で自分でなんか救急車アルソックの緊急のあれがあるんですよ。それにボタンを押したらアルソックが駆けつけて、で彼らが救急車とかでそういうあれ